こんにちは、はるです。今回はスクエアモチーフ初級編です。以前ご紹介したスクエアモチーフはこんなのとかこんなのとかちょっと難易度高めでしたよね。そこで今回は私の大好きな竹ビーズを使って少なめの材料で初心者の方でも作りやすいスクエアモチーフを考えてみました。時間もそれほどかかりませんので、たくさん練習するには最適です。今回はこのモチーフを使ったピアスの作り方をご紹介します。それでは作り方を見ていきましょう。まずは材料です。ピアス2個分の材料となります。竹ビーズ3部16個、丸小ビーズ32個、ガラスカットビーズ 6mm2 個、T ピン 0.7×30mm 2本、丸カン 0.8×4.5mm 6個、ピアス金具2個、テグス2号60センチを2本。まずテグスに丸小ビーズ4個を通して、4個目に通したビーズの中で左右のテグスを交差させます。左右のテグスに竹ビーズを1つずつ通して丸小ビーズ1つで交差します。右のテグスに丸小ビーズを2つ通して新たな丸小ビーズ1つで交差します。これで進行方向が変わりましたよね。両方のテグスに竹ビーズを1つずつ通して丸小ビーズ1つで交差します。上に向かって伸びているテグスに丸小ビーズを2つ通して新たな丸小ビーズ1つで交差します。これでまた進行方向が変わりました。両方のテグスに竹ビーズを1つずつ通します。そして丸小ビーズ1つで交差します。左のテグスに丸小ビーズを2つ通して新たな丸小ビーズ1つで交差します。進行方向の変え方、なんとなく分かりましたよね。両方のテグスに竹ビーズを1つずつ通したら編み始めの丸小ビーズ4つのうち左側にあるビーズの中でテグスを交差させます。これでモチーフはほぼ完成なんですが、補強と形を整えるために2度編みします。作ってきた通りにテグスを通していきます。
最後の竹ビーズ2つにテグスを通したら、テグスをカットします。テグスを2周してあるので結ばなくても大丈夫です。次にガラスカットビーズに T ピンを通します。ビーズのすぐ上でピンを直角に曲げます。曲げたところから1センチ弱ぐらいのところをニッパーでカットします。ピンを丸やっとこで丸めます。丸カンを開いて、今作ったピンを通してさらにモチーフの角にある丸小ビーズの隙間に通します。丸カンを閉じます。もう一つの丸カンを開いて、今度は今ピンを取り付けた角の対角になっているところに通します。ここで一つ注意なのですが、ピアス金具についている輪っかの向きによってはここで金具を取り付けてしまっても OK です。ですが今回はピアス金具の輪っかが縦についているものを使うので、もう一つ丸カンを取り付けます。そうしないとモチーフが横を向いてしまうんですね。もう一つ丸カンを取り付けたら、ピアス金具を通して丸カンを閉じます。これをもう一つ作ったら、スクエアモチーフ初級編のピアスの完成です。どうでしょう、進行方向の変え方さえ覚えれば決して難しくはないですよね。こちらは竹ビーズをゴールド、他のビーズを赤系にしてみました。色の組み合わせを楽しみながら作れるのもいいですよね。そして使っているビーズの数が少ないので、とても軽くてピアスやイヤリングにはうってつけです。ぜひ作ってみてくださいね。